老後しんどいね。先にチャンネル登録しといてね。本日は意味がわからんニュースを紹介します。4月15日は年金支給日ですが、国民年金をめぐり、厚生労働省は納付期間を5年間延長した場合、どうなるのか検証する方針を固めました。年金受給者や現役世代からは様々な声が聞かれています。午前9時過ぎ、年金支給日に合わせ新潟県見附市の金融機関には年金暮らしをしている高齢者の姿が多く見られました。記者リポート、物価高などが私たちの生活に大きな影響を与えている今、年金受給者たちは実際に今の暮らしどのように感じているのでしょうか。70代、年金暮らしは大変。窮屈、今はもう貯金を少しずつ切り崩しながら。60代、物価の方がより上がっているので苦しい。電気代、それからガソリン代も上がっている。年金受給者からは現在の年金支給額では生活が厳しいといった声が多く聞かれました。この年金をめぐってある動きが、自営業やフリーターなどが加入する国民年金。厚生労働省はこの国民年金の納付期間について、現在の60歳までの40年から65歳までの45年に延長した場合の効果について試算する方針を固めました。今年度の保険料は月16,980円。5年延長した場合、単純計算で100万円以上を支払うことになりますが、受け取る年金額が増える可能性もあり、将来世代の受け取る額がどう変化するかを算出する方針です。これに現役世代からは賛否の声が聞かれました。30代、経営者、いいんじゃないですかね。仕方ないというか、そもそも働く人を増やさなければいけないので。30代、自営業、払えと言われたら払うけど、払いますけどという感じ。老後どうなっているかもわからないので、厚労省の試算では在職老齢年金の見直しも盛り込まれる見通しで、今後、試算した結果を公表した上で年金の今後のあり方について決める方針です。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。国、マスコミに、年金に関して一言、若者1人に対し、老人2人以上負担しないと、このように国民に言ってきた。これは官僚の戦略と思う。私は、年金は積み立てで、不足分は税金でカバーする。なぜ今できないのか。当初は年金受給者は少なく年金積み立てが多く、その運用に失敗した官僚たちだ。一時話題になって無駄なものを作ったため、それに関係した官僚は退職し食い逃げした。何の追求もしないで、若者に年金をもっと払えはないでしょう。若者はついてこないわ。子育て支援も大事だが、年金にも税金をもっと使うべき。年金は、老後の積み立てと思えば、若者も納得すると思う。年金もらえる前に、亡くなる人特殊やな。政府の思惑通り、少子化が進んでるのに、若い子が年取りの分負担することが、そもそも制度として終わってる。払った分だけ受け取れる制度にすべき。本受給されている高齢の方は、それだけ支払ったかというと、必ずしもそうではない。計算をするだけならば簡単である。毎月16,980の納付は、年間203,760である。これを365日で割ると、毎日 558.2 になる。つまり、毎日の掛けから 558.2 を節約しろ、と言っている内容である。これはかなりきついと思うのです。一案ですが、納付金額を半額にして、所得税や住民税を下げてはどうか。毎月16,980を納付すると生活保護受給者よりきつい生活を強いられるでしょう。なお、生活保護受給者にも少しは制限をしてほしいことがあるのです。やはり、酒、タバコ、ギャンブル、ペットを飼うのは禁止だろう。他には、米、調味料、洗剤や石鹸は現物支給にする。毎日の家計簿の提出の義務化も必要と思うのです。延長するのであれば100年安心と言っていたことに対するコメント基本的には間違えていたとなるはずですので、その理由の説明とその責任を取った後で延長すべきだと思います。それがなかったらまた何年か後に値上げ、期間延長と平気でしてくる気がします。そして、延長して増えた金額の一部は政治家の裏金や天下りした方の財布に消えていく感じですかね。5年間も延長をする原因と目的を、まずは説明をするべきだと思う。一体何を目的に5年もの延長をして、何をするのか、明確にするべきである。年金財源がないのであれば、制度自体に問題があるのではないか、制度そのもを見直す時期ではないかなど、国民は言われたから支払う ATM ではない。ましてや真面目に保険料を支払ってきた人にすれば、今更何を言っているのかとなるに決まっている。負担することばかり国民にさせる政権は、もういらない。いやいや、これから金利が上がるんじゃないですか。うまく今ある財源を運用してくださいな。100歩譲って、
65歳まで納めた人にだけ使ってくれるのなら、60歳までしか納めていない人たちに、足りないからと使わないでほしい。年金だけで生活費が足りないのは当たり前。それは現役世代だって同じです。だから自分で備えようと四苦八苦してるんだよ。ないから増額はキリがない。サラリーマンの定年が延長されて、厚生年金を払う年数も延長されているのだから当然だと思う。もっと大きな問題は、国民年金は保険料が一律なのが問題で、収入が増えても保険料を上げないから、老後の年金額が少なくなる。一方、厚生年金は収入に応じて保険料が上がるから、会社負担分も含めれば年間100万以上払う人も少なくない。この不均衡を徐々にでもなくすことが必要だと思う。もともとの発想は、サラリーマンには定年があるが、自営業は元気なうちは働けるみたいな考えだろうが、実際は健康状態などで働けなくなることも多く実情に合っていない。金額は高くなるわ。期間は長くなるわで、義父は年金支給から4ヶ月。義母は支給から6年で高い。死んだら一時金ではなく、払い込んだ分は返してください。肉体労働者は体が持ちません。生活保護費の方がもらえる金額が多いのも納得できません。納付の延長よりも、払ってない第3号被保険者が年金がもらえる。それも遺族年金になると、第2号被保険者より高額の支給になる時がある不合理な制度の改善及び第3号被保険者制度の廃止をお願いします。政治能力がないから財源を税負担で賄おうと必死。メディアとグルになって日本は借金があたかも多額あるように報道するけど、31年連続純資産世界一やで、それでも、ありとあらゆる増税を企む。コロナ予備費13兆も使途不明になっててメディアも追及しようともしない。人口が減る一方増税ばっかりでは国民が破綻するのは明白じゃろ。40代後半です。今は65歳定年。70歳までの再雇用も一般的。さらなる雇用延長も可能な会社も少なくありません。これだけ若年層が減っているですから若年層の負担を減らすためには5年延長が妥当だと思います。私はとりあえず、5年延長を実施強行したら良いと思います。日本では一部デモは起きるでしょうが、ヨーロッパのような社会が混乱するような大規模デモを、暴動を、になることはないと思います。日本でも社会が混乱するレベルの暴動が起きたら見直せば良いと思いますが、私は賛同しません。ヨーロッパと違い若年層の支持を得るのは厳しいと思います。特に今の40代氷河期世代は非正規が多いので、ただですら年金が低いのですから、政保受給させないためにも5年延長さすしかありません。ここで許したら解約のオンパレードになるぞ。というよりも詐欺年金だがね。今は過去の遺産で何とかなっているが、70まで働けになっている。そんな酷使したら年金もらう前にぽっくりだろう。金持ちはもらい、貧乏人は働きありのように退場する。そんな未来を望むのかい？まあ、この国は10年以内には滅びるだろうけどさ。バブル崩壊やリーマンショック。今の日本で来たらどうなる？ 40 年ローンが45年ローンになって、ご褒美は先延ばしされ、しかも減らされる。しかも、途中死んだら何も残らない。長生きしなければ何の意味もない。こんな仕組みは、詐欺というしかない。せめて、強制加入じゃなく選択制にするべきだ。年金支給年齢が65歳になったけど、これを民間の保険会社がしたら詐欺違うの？個人年金保険に入るときは60歳から支払いますから、毎月保険料を支払ってくださいって契約して、財源がないから65歳まで伸ばしますって契約不屈やろ？詐欺やろ？違うのかな？年金の100年安心プランとして厚生年金保険料率を引き上げたのは何だったのか？当時も政権担当は自民党だったのに、なぜ破綻したのか？国民に説明もなしに納付期間5年延長を進めることが許されるのか？国民年金の実質の納付率は 41% 弱との指摘がある厚生労働省は姑息にも数字を出さない。現実的に国民が払えない額で設計する制度など愚かすぎる。とにかく問題を先送りしているに過ぎない。それより社会保険の労使折半の半額が消えてしまっているのが大問題です。無駄な運用経費や人件費で消えることが大問題。国民年金は運用損失出しても運用委託先には多額の報酬は支払われていて、責任も取らせない天下りの報酬確保に使われています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。